十条さんは？あれはタギツ姫。ようやくだ。ようやくカクリオへの門を開くことができる。おい、上を見ろ。空がおかしなことになってるぞ。空が裂けて、あれがカクリオの門。どうしたらいいのですか？タギツ姫、日和ちゃんを返して。目的を果たした以上、もはやお前たちに用はない。地脈を使った瞬間移動か。おいおい、私らが来る間に一体何があったんだよ。マキさん、あの空は一体。僕にもわからないが、良くないことが起きているのは間違いなさそうだ。ねえねえ、なんか黒い雪みたいなのが降ってきてない？黒い雪？これは一体。これは雪なんかじゃない。荒玉だ。地面に落ちた雪が膨れ上がって荒玉になった。何これ。来るぞ鈴鹿、夢、構えろ。全部片付いたようですわね。でもこれまで戦ってきた荒玉より随分と手強かった気がしますが。二人ともたった今マニワ本部長からメッセージが届いた。上空のあれはタギツ姫が開いたカクリオの門だそうだ。カクリオの門？つまり今の荒玉はカクリオからやってきたということですか？ああ、そう考えて間違いないだろう。ってことは緊急事態ってこと？そういうことですが。なら私の強いところたくさん見せられるってことだよね。頑張るぞ。ああ、頼りにしているぞ夢。でも無理は禁物ですわよ。分かってるって。つながった昼子見たまでお祝い申し上げます。ニシンを取り込みカクリオにある本体ともつながりを得られた今、姫がうつしおに歯を唱えるはもはや必定。これから粉骨最新にてお使いを。いいね。は、今なんと。いいねと言った。もはや貴様がなすべきことは何もない。何をおっしゃるのですか？私の忠義はすべて姫に捧げ。貴様ら、誰にお刀を向けている？高津学長、聞こえなかったのですか？タギツ姫様は、いいねとおっしゃったのですよ。ご心配には及びません。タギツ姫様は今後、僕たちこの得体がお守りします。ふん。そんな、なぜ、姫。あとしばしだ。まさか十条さんがタギツ姫に取り込まれちゃうなんて。しかもカクリオの門が開き始め、荒玉が溢れ出てきています。日本各地の都市だけでなく自衛隊も出動して対処に当たっているようですが、つば九郎さんを助けに行った時にカクリオの荒玉と戦いましたけど、いつも戦って
玉とは比べ物にならないくらい強かったですよね。まさに未曾有の危機ってやつだな。隔離用の荒玉ちゃんたちと戦えるのは嬉しいぜ。いつもは不謹慎に感じる小吹ちゃんの言葉も今は心強い限りね。方角付近で荒玉の出現が確認されました。都市は至急出撃準備をお願いします。繰り返します。方角付近で荒玉の出現が。うわ、私たちの出番みたいだぜ。みんな出撃だ。やっぱり隔離用の荒玉はものすごく強いですね。ああ、いっぱい遊べて楽しかったぜ。みほのちゃん大丈夫？十条さんのことを聞いてからずっと心ここにあらずって感じだけど。あ、ごめんちね。かなみのこと考えてた。かなみの目の前で十条さんがすごくショックだったと思うんだ。だから大丈夫かなって。こんな時に他人の心配かよ。いつまでもへこんでねえでタギツ姫をぶっ倒しに行けばいいじゃねえか。日和の弔い合戦ってやつだ。誰もが七の里小吹のように単純ではないですが、気持ちの切り替えは大事ですね。ああ、喧嘩売ってんのか？いえ、褒めているんです。こんな時こそ気持ちの切り替えが大切ですから。調査隊のみんなだ。やったね。ゆい。調査隊の皆さん、お元気でしたか？またお前らかよ。そう嫌そうな顔しないでくださいよ。私は小吹さんたちと会えてとってもハッピーです。もっと再会を喜びましょう。というわけで清香ちゃん、再会のハグをしよう。嫌です。お前らめんどくせえんだよ。どうせまたノロを奪おうとするんだろ。当然ですよ。タギツ姫様に献上するためそのノロを渡してもらいましょうか。このやりとりはもう何度目かわからないけど、タギツ姫のために使われるようなものを渡すわけにはいかないわ。山城優、鈴本花、どうやら正気に戻る気配はないようですね。説得もできそうにない。ならば2人はここで拘束させてもらいます。あ、そのアイデアもう笑い。私たちが勝ったらみんなを拘束させてもらいますね。そしてあんなことやこんなことしちゃいますから。ゆい、敵と慣れ合うのはそのくらいにしておくんだ。小隊長として他の隊員に示しがつかないだろう。ごめんなさい。それじゃあ始めましょうか。この絵隊突撃。やはり調査隊は強いな。まずいです、花さん。私強化薬が切れかけてます。一旦引いた方がいいかも。この得体たちの後ろ、嘘みたいにでっかい荒玉ちゃんが現れたぞ。そんな、あれは大荒玉。どうしますか？幸い近隣住民の避難は完了してますけど。今あれと戦うのは得策ではない。一時撤退、作戦を練り直す。すごいスピードでこっちに向かってきますよ。私たちはどうすれば。あんなのが現れるなんて聞いてない。タギツ姫様。
ば大量の呪が。こんなところでごめんね、ミク。ゆいちゃん、嘘でしょ。返事をして。ゆい、早く起きろ。踏みつぶされてんのか。ダメです、完全に意識を失ってます。早くゆいを助けないと。受け立ちだけで精一杯よ。攻撃が激しくてこれ以上近づけない。下手を打てば全滅する。何か手立ては。急がねば山城結衣が。ゆい、なんでこんなことに。ごめんね、私がもっと強かったら。違う、しっかりしろ、私。諦めるな。なせばなるんだから。ゆいは絶対に助ける。そこをどけ。自分の目が信じられません。あの大荒玉を仕留められたなんて。ゆいちゃんは気絶しているだけみたいです。早く救護班を呼んでください。よくわかんないが助かったみたいだな。みほっち、危ねえ。いきなり何？タキツ姫。なるほど。妙な気配を感じたと思えば当時どもであったか。どうしてここに。なんかよくわかんないけど、ここであったが100年目。十条さんを返してもらうから。みほのちゃん、大丈夫ちーね。今の私無敵っぽいから。はあ。あれ、かわされた。妙な気配も杞憂であったようだな。お前たちは所詮我の敵ではない。興味も尽きた。我は帰るとしよう。待って、十条さんを返して。かなみの悲しむ顔はもう見たくない。我の知ったことではない。どうやら人的被害は免れたようですね。ごめん、十条さん。ごめん、かなみ。私がもっと強かったら。何を言ってるの。あの大荒玉だって倒したのに。今日は戦い続きで、もう体力が残ってないだけ。だから、みほのちゃん、ゆいちゃんを連れて帰って、しっかり休んで。それから、みんなでタギツ姫を倒す方法を考えよう。ね。うん。
家州清光に一体何が？あれは朝倉美穂の力？それともここはどのくらい気を失っていたのでしょうか。早くあの方のもとへ。荒玉、邪魔をしないでください。私はまだ必ずあの方のもとへ。にしても大荒玉と戦ってる時のミホッチ、本当にすごかったな。結局あれ何だったんだ？私もわかんない。でも多分清光がユイを助けるのに協力してくれたんだと思う。ありがとう清光。不思議なこともあるものですね。落ち着いたらぜひ家州清光を詳しく調べさせていただきたいです。ところでユイちゃんはこれからどうなるんでしょう。もうすぐ救護班に回収されることになるとは思うけど、その後ってことよね。目を覚ましたらこの得体に戻ろうとするかもしれないし、やっぱり軟禁ってことに。失礼、皆さん。宗楽学長から着信です。スピーカーモードにします。報告は聞いた。山城結衣を確保したそうだな。誰か今以前私が渡したアンプルを持っているか？はい、私が携帯しています。話を聞きそびれたままになっていましたが、このアンプルは何なのですか？一言で言えばこの得体用強化薬の治療アンプルと言えるかもな。山城結衣に使用すれば多吉姫の洗脳を解くことが可能なはずだ。本当ですか？ただし相応のリスクがある。それも非常に高いリスクがな。そのアンプルの正体は親衛隊用の、以前指導やこの花が使っていた強化薬だ。親衛隊用の強化薬ですか？ああ、だがこれは治療とは呼べないかもしれないな。短期間で多吉姫の洗脳を解くために山城結衣に使用されたこの得体用強化薬の効果をさらに強い強化薬で上書きするに過ぎない。そのアンプルを使えば山城結衣の体内に存在するノロは今よりむしろ濃くなってしまうだろう。そんな、いくら洗脳を解くためとはいえ、そんなのって。確かつば九郎さんって体内にあるノロのせいですごく苦しんだんですよね。つば九郎さんだけじゃない、指導さんだって、この花さんだって。それにさつきさんは命と引き換えにして荒玉を呼び出してるって聞いているわ。でもよ、その代わりに親衛隊は強さを手に入れたわけだろ。私にはそれがいいことだとは思えない。このアンプルを山城結衣に打つべきか、それとも本来なら山城結衣自身が決めるべき問題ですが。私は反対です。ゆいちゃんにこれ以上ノロを使うなんて。私も反対よ。ゆいちゃんにはしばらく静養してもらって別の方法が見つかるのを待つべきだと思う。山城結衣が苦しまずに済むのは一体どちらなのか。
ミルヤさん。朝倉美穂のあなたの意見も聞かせてください。うん、わかった。私は。待って。ゆい。山城ゆい、何をする。バカなことを。それは親衛隊用の強化薬なのですよ。話は全部聞いていました。でも、私にはやることがあるんです。あんな私をミクは喜ばない。私は私じゃないと意味がない。たとえどんな代償を払っても。いいですか。分かった。